タイルを外ってでこれを使っていきます。4日間で結構いい感じになったかなと。個人店の方のリメイクでやってまいります。と駐車場周りの入り口をもうちょっと車が出やすいような感じでこの辺を改造していきます。どんな材料があるか、それをできるだけ使っていくという形でやっていきたいと思っております。車が止まるような形でこの L のブロックは取っちゃいます。一応ですね、この辺はもうここも草が生えないようなできるだけ防草シート貼って、あとアプローチも敷き直しはしていきます。これ一応300の平板になってるんですけど、これはこの土間の入り口のタイルを外って、使える形にこう切り取って再利用する形で一応こういう形に切りました。でこれを使っていきます。
勝手口からの出入りがサービスヤードとして全然活用されてないんで、この辺を整備すれば生活にもすごくしやすいのかなと。畑を作って生活しやすいスペースを作ります。エコグループ仕上げでやっていきます。今はそんでここに花壇みたいなのがあるんですけど、一応ここで活用するのにちょっと狭めちゃってるっていう形なんで、ここのテラスの部分をもうちょっと広く、こういう平板とか結構レンガとか結構出てきてるんで、これを使ってしたいと思います。芝生はまだまだ全然活用できるんで、一応取っといて、お子様が小さいんで、ここで芝生の上でちょっと遊べる空間をもうちょっと充実させたいなと思っております。
かわいいね。楽しい？これで一応終了になりました。で、一応とりあえず入り口の方は今までブロックが積んであって、車1台1人がこう入れるような形で、全てついてたやつが表札全部こっちに付け替えて、でポイント的にちょっとライン白い、建物を合わせた形でジョリパッドで塗ってあります。でここの門扉は全てこちらの方に一応こんな感じで取り付けました。で新規で入れたのがこのポストだけ、一応これだけ新規で、このタイルなんかもう全部、使えるものは一応3枚3枚300、300の平板を作りまして、一応こちらの方に全部活用しました。でこれはもう防草シート引いて一応ギリシャリを巻いた状態の歩きになってます。で当時のレンガ、ここに引いてあった前のレンガを活用して一応見切りで、ちょっと排水汚水関係のマスが結構多かったんで、それは立ち上げるっていうことはできないんで、ほとんど柄を全部ここ基礎として引き詰めて台所からフラットっていう形の仕上げで、こんだけの距離、最初は当初はモグダル舗装っていう形にしようかなと思ったんですけど、ちょっと勾配が取れないんで、排水関係エコグローブ、これを購入して一応浸透型のものに全部、今まで台所から全然活用されてない空間がこんな感じで広いスペースに生まれ変わったっていう感じですね。で一応芝生地の方に物置があったんですけども、こちらの方にこんな持ってきて、こっちがサービスヤードっていう空間で処理できると思います。それで今こちらの方なんですけど、これ前はもうこれ自体で花壇になってたんですけども、テラスがありますから広々と使えるような感じで、こういうのも出てきたんでね、ここだけちょっと径を作ったって感じで、これはほとんど出てきたやつのレンガをいろいろ組み合わせた形でテラス風に一応やったところです。で花壇はもうあんまり広くなっちゃってもちょっと手入れがあれなんで、一応花壇としてはこう有効、ここだけ、ここはもう自転車を置いたりいろいろとできますから、こんな感じです。お子さんが裸足でもいいぐらいの芝生の生育がいいんで、
まあここだけはもう芝生としてしっかり残そうという空間にしました。で一応単館だけのブランコ、まあここで結構遊べるかな。それでここもちょっと改めて出てきたやつと、レンガを活用した形で、ここも花壇だから花壇を2箇所一応設けました。でこの花台は今までの使ってた物押しの土台をまあ逆さにして一応活用してます。で紅葉で一応こっち、まあ柱1本だけ工夫して一応門扉をそのまま活用してます。ここだと今ちびちゃんたちはもう自由に建物周りを運動ができるという空間になったと思います。まあ閉めて4日間という結構いい感じになったかなと思っております。このようにですね、まあ全部できるだけ利用するという考え方で最初から計画していくと結構収まってしまうと、まあ何か皆さん見ていただいて参考になる点があればそういう考え方で庭を楽しんでください。以上終わります。ありがとうございました。